土方バス停に来ています。今回はここから続日本百名城の一つ、高天神城を訪ねます。この辺りは茶畑になっているんですね。霜よけのファンが回っています。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の土方バス停です。そして目的地が高天神城です。バス停から徒歩15分ほどで途上口に到着します。なお、土方バス停へは掛川駅前からバスで25分ほどかかります。では、早速向かうことにしましょう。高天神城はこの角王山に築かれています。南口が大手門に続いています。高天神城は15世紀から16世紀初めに築城されたとされていますが、詳しい年代、築城者とも分かっていません。桶狭間の戦いの後、今川家臣であった城主小笠原長忠は徳川に侵入します。1574年、第一次高天神城の戦いにより城は武田軍に奪われます。1581年、第二次高天神城の戦いにより今度は徳川が城を落とし高天神城を奪還します。武田軍の城兵はほぼ全滅となり、その後城は廃城となりました。途上口に到着しました。縄張りを見ておきましょう。こちらが現在地です。本丸が設けられた東側と二の丸、西の丸を擁する西側とに分かれています。このように2つの廓が補完し合って成り立つ縄張りを一条別格と言います。中心部のへこんだところ、暗部には井戸廓があり、北側の絡め手口に続いています。では、ここから登っていきましょう。ここは山城にしてはそれほど高くありませんし、通路も人の手が入っていて登りやすくなっています。高天神城の戦いについて概要は先ほど述べた通りですが、もう少しだけ詳しく見ておくことにしましょう。今登っている角王山です。平面図にします。城の東を流れる大井川を境にしまして、その東を武田、西を徳川が領有していました。家康の居城であった浜松城は天竜川のさらに西にあります。1571年には武田信玄が高天神城を攻めますが攻略できずに撤退しています。1573年には三方ヶ原の戦いにより徳川が武田に大敗しました。続いて信玄の跡目を継いだ武田勝頼が諏訪原城を築城、高天神城攻略の拠点とします。1574年、武田勝頼は2万から2万5千の兵力を動員して高天神城を攻撃します。対する高天神城の城兵の数は少なく、家康からの援軍も得られないまま2ヶ月の籠城の末開城となりました。この時武田勝頼は城主をはじめ城兵すべてを除名し、希望する者は家臣に取り立てています。信玄ですら落とせなかった城を陥落させ、しかも極めて寛大な処置を取ったということで勝頼の名声は上がりました。一方、徳川は城を失い、盟友である織田も援軍を送れなかったことで評価を下げることになりました。しかしその翌年、長篠の戦いで今度は織田徳川連合軍が武田軍に勝利します。さらに同年8月には諏訪原城を陥落させます。1578年には高天神城のすぐ西に横須賀城を築城、その2年後には高天神六砦を築き城を包囲します。もうこうなりますとね、
武田方としては身動きが取れない状態ですよね。1581年、家康が高天神城奪還に向けて兵を挙げます。城代岡部元信は勝頼に救援を求めますが、勝頼は援軍を送ることができず、城は陥落しました。城攻めにあたり、徳川と盟約を結んでいた織田信長は、籠城側の降伏申し出を拒否するようにとの書状を家康に送っています。これにより、籠城していた城兵はことごとく討ち取られ、援軍を送れなかった勝頼の名声は大きく下がることとなりました。東側の尾根を少し下ったところが三の丸です。三の丸からの眺望です。本丸方面に移動します。御前廓は跡です。後ろに天守台のようなものが見えますが、これは昭和に作られた模擬天守の跡です。ここからは六砦の一つである日ヶ峰砦を望むことができます。このすぐ先が本丸です。倉庫跡の遺構も発見されています。土塁の上から見た小口です。クランクになっているのがわかります。中央の暗部に到着しました。この先が井戸車です。下の方にも廓がありましたが、今では樹木に覆われてしまっていますね。高天神社です。天神というくらいですからね。菅原道真もお祭りされています。馬場平に向かう尾根道です。大きな堀切が見られますね。ここには番所が置かれていたようです。そしてこの先が甚五郎抜け道です。横田甚五郎が武田勝頼のもとに落城を知らせに通った道です。御前崎方面の眺望です。二の丸を経由して北側の廓に向かいます。この上が先ほどの神社です。
袖車の先にもう一つ車がありますが、間に深い堀が切られています。下に降りてみたいと思います。こちらが先ほどの堀切りです。この上は道納車です。縦に長い車となっています。この先にもまた堀切りがあります。聖籠車跡です。ここには物見台がありました。この先には現代の街並みが広がっています。今見てきた縦長の車の周囲には長い横堀が掘られていました。これは武田氏の時代に築かれたものです。暗部に戻ってきました。ここから絡め手口に抜けます。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。